趕滾彼此熱烈來歌唱。はい、皆さんこんばんは。香港カンフー武術学院の総教練真鍋岳山でございます。よろしくお願いいたします。少年党の解説シリーズということで、今日は第3に移っていきましょう。1、2と保育無4マーの話をしてきましたけれども、3では次の動作についてお話してまいります。次の動作は、系統によって言い方が変わります。我々の系統では、フォンツォンセこれ字幕出てますけど、フォンツォンセと言います。で他派では、サーハーチサプジロサプジサオかハージサプジサオと言います。まあ言う場合もありますし、いろんな言い方とか動作がありますが、どういう動作かといって、下に向かって斜め下45度に十字に手を出します。次の動作はそのまま上がっていくわけです。まずこの下に下げる、左奥の状態から下斜め45度に腕を十字に差し出す、この動作についてお話ししてまいります。YouTube 動画でよくどちらかがわからないということがよくありますね。例えばこの十字になってるやつの左が下、右が後、左が先、右が後、もしくは右が先で左が後、どちらもされる方いらっしゃいます。それで、伝統的なことを考えるなら正しい方向というのは決まってます。まずは左側が先、右側が後、この十字クロスが正しいわけです。よくこっちの方いらっしゃいます。こっちは不正解です。まあ知らないか、それから隠されていて嘘を教えられてるか、どちらか2つだと思います。しかし現代においてこっちが正しくてこっちが間違っているということに価値はありません。例えば右がたとえこういうクロスであっても別に問題はないわけです。こっちが正しいと言ってもそうでなければ絶対ダメでかというと、そんなことはあります。どっちでもいいんですけど、伝統的な意味合いを考えるなら、こちらのクロスが正しいとなります。伝統的な意味合いをのけますと、右下のクロスでも左下のクロスでもあまり意味はありません。でもその何百年間培ってきた伝統というのを重んじるなら、左が先、右が後、このクロス十字でないとダメですね。なぜだかということを今から説明していきます。基本は引用理論です。引用論からの発展した形から、この左が先、右が後というのが決まってます。引用論というのは二元論ですので、例えば天と地、例えば太陽と月、男と女、左と右、
こういう二元論ですね。これを引用に当てはめるわけです。例えば天は陽だし地は陰ですよね。じゃあ男は陽だし女は陰になりますよね。そこで左右の陰陽というのがあります。簡単に言うと左が陽で右が陰になるわけです。まあ日本のお寺でも年末にもらう新聞取ってるともらうような暦でもですね、その冊子の後ろの辺によく書いてますが、男の人が左側を患うと長患いになる。逆に女の人が右側を患うと長患いになる。というような言われ方があります。お寺にそんなふうに書いてある時もあります。これはなぜかと言いますと引用論です。男性だから男性は陽ですね。で左側を患うということは陽の体質の人が左側陽の側をですから陰陽は調和してこそ陰陽なんです。だから陽陽とくるのは調和してないと言われるわけですね。じゃあ右側は調和して左側は調和してないという形になるわけですね。だから男性は左側を患うと長患いになり、逆に女性は右側を患うと長患いになる。なぜなら女の人は陰陽でいうと陰ですよね。で右側も陰陰ときますので右側を痛めると長いことかかると、こういうふうに言われてるわけです。ですから陰陽理論では陰もしくは陽というのじゃなくて、調和されていることが良いとされてるんですね。ですから永春憲の場合は女性が作ってる憲法なので、男がやってると言っても女性が作ったということが前提になってますから。ですから体質は陰の方が左を陽ですね。左は陽で女性は陰と陽で調和してるわけです。だからこっちが先で不調な調和してない方が後、この形が正しいという形になるんですね。逆に男性が作ったと言われている後見の場合、同じように下にクロスの手を差し出すという場合はこうなります。違いました。こうです。右側が下で左側が上。これが後見の場合伝統的にこういうふうな差し出し方になります。なぜなら後見は作った人が男性だから、陰の側の方から差し出す。これで調和は取れてるわけです。伝統的な意味合いではこういうふうに結論付けられております。実際でも YouTube 画像を見た場合、右なのか左なのかどちらなのか疑わしくなってしまいますよね。よく分からずにやってるっていう方もいらっしゃいますし、間違えてるっていう方もいらっしゃいます。
本当のことを知らない、もしくは知る必要もないと考えてやってらっしゃる方もいるでしょう。そういうことではよくないですね。やっぱ伝統的な意味合いを知って、私もこの憲法の伝承者であると自覚をして、創設者が作られた形を続けていくという、その態度や心がけ、心情を持って少年党をやらないといけませんね。そうやって英春権というものは受け継がれてきたし、これからも受け継げら伝承されなければならない、受け継がれなければならないということになるわけですね。これ知ってると知らないとは大違いですが、知らなきゃ知らないでどうでもいいことなんですね。今日は一つ参考のために申し上げました。はい、ありがとうございました。